ワン、ツー。聞こえてますか？もう少し調整が必要かな。よし、こんなもんでしょう。私はリンゴ、アイオンのリンゴ。現代人のみんな、ご機嫌いかが？私はまあそれなりに楽しんでる。今日はあなたたちに伝えたいことがあってね。遠くない未来にやってくる滅びの運命に備えて、デビルサマナーとしての戦い方をレクチャーしていきたいんだ。要はあなたたちを未来の大事な戦力として計算してるってわけ。 OK？ でも安心して、私が展開する情報を観測してくれればそんなに難しいことじゃない。それじゃあ始めるよ。今回は手始めにバトルの基本について学んでもらおうかな。何事も基礎が肝心でしょ。それじゃあアイオン秘伝の資料映像をとくとご覧あれ。ソウルハッカーズ2戦闘の手引き。バトルの基本は敵の弱点を突くこと。敵悪魔には様々な耐性があり、弱点を突くことで多くのダメージを与えられるなど、バトルを有利に進めることが可能。仕方がないわね、アロー。リンゴたちが持つ武器コンプには、味方にした悪魔仲間を自由に装備することができ、仲間が持つスキルを直接使用できる。敵との相性を考えながら有効なスキルで攻撃しよう。敵の弱点を突くとその場に仲間を召喚できる。これをスタックと呼び、仲間たちはターンが終わるまでその場で待機。ターン終了時にリンゴの号令でサバトが開演。一斉に敵へ襲いかかる。むさぼり尽くせ！スタックされた仲間の数が多ければ多いほど強力な軍勢攻撃となり、最大16体までスタックが可能。うまく弱点をついてド派手なサバトを狙おう。仲間の中には追撃スキルを覚える者も。所有する仲間がサバトに参加すると確率で追撃が発生。追撃時に敵に状態異常を与えたり、味方を回復するなど、その効果は様々。どれも有利なスキルばかりなので積極的に追撃を狙ってみよう。リンゴのコンプを改造することでコマンダースキルを使用できるようになる。サバトの威力を上昇させる強力な効果を持つスキルや、ターンを消費せずに仲間を付け替えたり、行動回数を増やすなどの特殊なものも。受け取って。勝てそうだリンゴ。しかし使用にあたり経過ターン数など制限があるため、残りターン数に気を配りながら戦術を組み立て、ここぞという時に使おう。敵の弱点を突きサバトで大ダメージ。さまざまなスキルを駆使して悪魔との戦闘を制することで、君も一人前のデビルサマナーになれるだろう。どう？デビルサマナーの戦い方ってやつが分かってきたかな？あなたに背中を預けられる日を楽しみにしてるよ。先日公開されたアローの映像は見てくれたかな？今日は私から彼についてもう少し詳しく紹介するね。デビルサマナーアロー、所属は超国家機関ヤタガラス。彼が私の一人目の仲間。アローは素直でいいやつだよ。だけどいいやつすぎてたまーに足を止めちゃうこともあるんだ。思わず心配になっちゃうよ。
まあこれも人間らしい感情に起因する性質ってことかな。あと真面目で実直だからミレディなんかとは対立する時もあるね。そもそも見てる視点が違うからしょうがないところはあるけどさ。なになに？アローと関連のある人物が2人。まずはレイブン。元ヤタガラスの一流サマナーだったけど今は引退して児童養護施設で働いてるみたい。アローはめちゃくちゃ懐いてる。師匠的存在ってやつかな。そしてカブラギ、ファントムソサエティのデビルサマナー。そうそう、アローは彼に殺されちゃったんだよね。私が復活させたけど。なんだかアローとはただならぬ因縁があるみたいだ。人間は難儀だね。興味深いよ。とはいえアローくん、戦闘では何かと頼りになると思うよ。彼のコンプは銃型で銃での攻撃がメインかな。氷結系のスキル適性が高い傾向もあるね。補助系のスキルも得意だから仲間をサポートすることもできるよ。この辺実にアローらしいというかなんというか。あとはとにかく体力にあふれてるから今後の成長によってはみんなの盾になってくれるようなスキルの習得も期待できるかもね。とまあ私から見た印象をいろいろ話してきたけど、あとは実際に会ってみて確かめてよ。きっと仲良くなれると思うからさ。いずれにしても興味が尽きない対象であることに違いないね。そんなアローをよろしく頼むよ。記念すべき第1回目のサマナーズガイドどうだった？これからも定期的に情報を持ってくるから油断しないでよね。心して待っててね、デビルサマナーさん。それじゃあまたねー。ソウルハッカーズ2 2022年8月25日発売。